はい、こんにちは、ゆうかです。今日はですね、2026年1月19日4時52分、ヤギ座の新月についてのお話になります。今回もですね、その1ハウスにたくさんの星が集まっていて、そして、太陽と月が、ヤギ座の28度、すごく最終の方で起こってくる新月っていうことなんですね。で、こうなってくるとかなりですね今まで散々言ってましたけど、その自分の本質っていうお話があった時に、自分で自分に帰るっていうことっていうのを、結構でも本当に不思議だなって思うのが、去年から話し始めて、去年はもうさ、なんかカルマ浄化とかさ、徹底的に自分の闇を見るみたいな星の配置だったのに、もう今になってくると自分は何者なのかっていう配置になってくるんだけど、それがすごい面白いですよね。そのちゃんと星の順列っていうのがなってて、最初にこのみんなで宇宙の流れに乗っていこうって書いたんですけど、やっぱりそういう風にウェーブができてるっていうか、ちゃんと浄化して自分に戻って社会に出ていくみたいな、そういう宇宙的にもそういうウェーブができてるっていうのが、ね、本当面白いなと思うんですけど、今回は本当にその自分っていう中心軸が固まってきたって時に、ただのその趣味で終わらせないっていうか、責任を持つっていうんですかね、自分としてすごく責任を持って生きていかなければならないって思うような新月の配置なんですけど、結構人間ってやっぱり動物だから、すごく私たちって、すごく繊細なバイブレーションを持っていて、で一人一人がすごい噛むんですけど一人一人が、すごい繊細な個性を持ってるっていうお話っていうのは、いつもしてるんですけど、その一人一人がやっぱり繊細な個性を持っているので、それを社会っていうか外に表現していくときに、すごく難しいと思うんですよね。ちょっと今思い出したのが、先月くらいかなに会ったお友達になった子がいて、その子がこの演劇とヒーリングを組み合わせてるような活動をしているっていう話をしてて、でもそれをどう形にしたらいいかわからないんですよねみたいなお話をされてて、で優香さんはもう形があるからいいですよねって言われたんだけど、でも私もなんて言うんだろう、別に形がもともとあったわけでは全くなく、自分のなりきに模索をして、こういう形にしていったら人にとって分かりやすいんじゃないか、シェアしやすいんじゃないか、理解しやすいんじゃないかっていうのを、模索して、形にしてきているっていう部分があって、だからなんだろう、いろんなジャンルの人でも、例えば、踊りにしても、歌を歌うっていう人にしても、自分の個性を突き詰めていくと、ジャンルに当てはまらなくなってくるっていうか、割と自分らしくいこうとすると、結構従来のジャンルじゃないのかなみたいな、ちょっとずれてくるというのかな、個性がちょっとずれてくるみたいなのがあって、例えば私も一応チャネラーってわかるかな。チャネラーってすごくスピリットっていうそのエネルギーを読んでいく人みたいな感じなんですけど、私の場合っていうのは
なんかすっごい高次元の存在を読むわけじゃなくて、結構ご先祖様だったり、すごくハイヤーセルフって言われてる自分の中の高い自分のエネルギーだったり、結構身近な存在を読んでいくのが得意だったり、その感情のエネルギーを読んでいくのが得意だったりするんですけど、だから一重にこうチャネラーって言ってもすごくこう高次元の存在とバチッてぶつかってそれをこう読んでいくタイプの人もいるし、私みたいな結構ローカルにこう日常的なことに役に立つようなことをみたいな、なんか日常的なことを読んでいく人もきっといて、でそういう自分の在り方っていうのをこう紹介していくっていうのって、まあ自分で自分を知らないとなかなかこう紹介できないっていう部分もあると思うんですね。そして今回の月の配置っていうのが、まあさ、こういうことってなんか本当に自分らしくいこうって、もう日本社会だと本当にそんなの趣味でしょみたいな感じだけど、感じだったっていうのかな。だけどだんだんそれが本当に現実的になっていく。なんかこう絵を描いてるとか、そういうのがもう本当に現実的にお金になっていったりだとか、まあ踊り踊ってますとか、そういうなんかふわっと一瞬見えるようなことでも、なんかだんだん地に足のついたそのシェーブっていうの形になっていくみたいな、なんかそういうことをすごくこう示唆しているような月の配置かなって思うんだけれども、でもすごくやっぱり気をつけていかなくちゃいけないなって思うことが、本当にこの今までどんなにこの人の目線を気にしていたかっていうことなんですよね。で私たちってすっごくこう、日本社会ってやっぱり島国だから、和を大事にするゆえに自分の個をこう犠牲にしてきたみたいな、そういうカルチャーもあったりするので、自分の個性っていうのがどういうものなのかっていうのはだいぶおろそかになりがちになってたと思うんですね。で結構さ、この会社とかでも期待していますねとか、期待されてるんだから頑張んなくちゃとかっていう言葉とかってあると思うんですけど、本当に私その期待してるとかっていうもんじゃないよねって思ったり、期待されてるからって頑張るものじゃないよねって正直思うっていうか、全てはもうユニバーサルフローっていうか、もう宇宙の流れ次第で分かんないっていうのがこうベストは尽くしたとしても結果はちょっと分かんないっていうのが本当のところで、でもやっぱりその期待されてるからとか、その期待に応えなくっちゃとか、なんかそういうものがこう潜在的に刷り込まれてしまっていて、で私たちが本当に何をしたいのかっていうのがどんどんこう分からなくなりがちになるのかなって思うんですね。私の夫が船の、運転手を昔っていうか私と出会う前にしていて、でそれはこうもちろん大学とか行ったりすごくたくさんお金をかけて取った資格であって、でお給料もたくさんもらえるようなお仕事だったんですよね。だけど、彼はこう年齢を重ねるごとに結構すごく繊細な人なんで、自分はそういうこう割と男性的な仕事だったわけですよね。こういう仕事は自分には向いてないんだっていうのをどんどん分かってきて、でもこれはもうやめて、もっとこうちょっとやっぱりスピリチュアルなというか、エコロジーとかスピリチュアリティとか、あと文章を書くのがすごくうまいので、やっぱり小説を書いていたりとか、今は書いてるんですけど、そういうものに転身したいって思ったけれども、やっぱりその家族の期待っていうのがすごくあったんですよね。やっぱりこういい職業だったし、家族はこう誇りに思ってたっていうか、その自分の息子が
やっぱりいい仕事について、安定したお給料を取ってきてっていうことにすごく誇りを持っていたし、あとお金もやっぱりすごく重要だったっていうか、その定期的に入ってくる収入っていうのがすごく重要だったので、なかなかもうそこから辞められないっていう状況になってたんですけど、でもあまりにも苦しくて辞めたんですよね。でその時はっていうのはやっぱり家族とすごく仲が悪くなっちゃって疎遠になっちゃったりしたんですけど、でそれくらいその人の期待を裏切るっていうのはなんて言うんでしょう、他人を傷つける時もあるっていうか、特に身近な方だとやっぱり期待していた分裏切られたっていうふうに思い込んでしまって、本当はその人の本質を言っただけなんだけれども、周りの人たちからするともう裏切られたって思ってしまって、なかなか自分の本質的な道に行けないっていう場合もあったりするんですよね。だからその自分の道を歩んでいくっていうのは本当にある種の覚悟がいることなのかなって思ったりして、ただこの私たちっていうのはインディゴ世代って言われているちょっと難しい世代で、私の父とか母の世代もすごく難しい世代なので、今だったらきっとそうしたいんだって言ったらもっと素直に応援されていくような世代になってると思うから、それはすごく安心な部分ではあるんですけど、でもそれでもきっと周りの方だったり社会の常識だったり、世間の目だったり、そういう期待を超えて自分でどうしたいのかっていうのって考えるってすごく難しい部分もきっとあると思うので、だからまずは本当に自分自身に立ち返って周りの期待に応えようとするのではなく、どうしたら自分が本当にやっていきたいことをやっていけるのかなっていうふうに立ち返ってやっていくといいのかなって思いますね。そしてまたその生活習慣っていうのも私たちって学校とかに行ってたから、本当にそれが常識っていうか、朝早く起きてご飯食べて学校に行って、会社に行ってっていうのが常識っていうふうに教わってきてたけど、本当の自分のリズムに立ち返ると、ご飯は3食いらないかもしれないとか、2食だけでいいのかもとか、もしくはもうちょこちょこいっぱい食べるのがいいのかもとか、ご飯結構食べないで野菜ばっかりがいいのかも、もしくはもうご飯ばっかりがいいのかもとか、結構違ったりとかして、でそういう細かいことも自分に返るっていうことだと思うんですよね。生活習慣で自分がどういうリズムで生きていったら心地よいのか、どういう、例えば運動を入れていくのがいいのか、運動するとしても激しくジムとか行くんじゃなくてただ歩くだけがいいのかとか、ちょっとだけヨガするっていうのがいいのかとか、もしくはダンスみたいなちょっと楽しいものをするのがいいのかとか、そういうのでまた変わってくるとは思うんですけど、自分自身がどうしたら気持ちよく生きていけるのかっていうことに立ち返っていくっていうのをもうちょっともう一度考えてみるっていう新月かなとも思うし、またそこを形にしていく段階、それをなんて言うんでしょうね、そう決めたんだったらそれを継続してやるというか、それを周りの人から見ても美しいというか、そういう姿勢でやられてる方なんだなっていうのが分かるような、できたら形まで持っていけたらすごくいいのかなって思うような新月の配置になってます。では本日もありがとうございました。次回をお楽しみに。ゆうかでした。